皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。早瀬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もリンクトインジャパン所属の林さんにゲストに来ていただいています。で今日のテーマはですね、シンガポール経験から学んだ多国籍メンバーのマネージメントっていうテーマでですね、日本よりも多国籍化が進んでそうなシンガポールで実際にその事業のトップをやられてた林さんからですね、シンガポールの話をちょっと聞きたいなと。はい、JC の、3年間が終わってシンガポールに行かれたと、はい、それはなんかこう話が来たんですか？そうですね、会社といろいろと話をしていく中で、そのインドの次の成長戦略を会社とディスカッションしていて、ここから会社を新しいステージに上げていくためにはやっぱりあと3から5年の計画が必要だったんですけど、長期計画ですね。もうちょっとインドお腹いっぱいになっててですね3年コミットできないですっていう話をしてたところで、そのシンガポールの代表をやってほしいっていうような話が会社から来た感じですね。インドとシンガポールって、結構アジア就職とかでも注目される土地じゃないですか。はい、シンガポールといえばアジアのハブというかね。そうですね。でインドはインドでこれから来る市場で一番注目されてて、はい、お互い両方面白い市場ですけど、だいぶ違いますよね。全然違いますね。その話をもらった時はどうでした？明確なキャリアアップだなというふうには思いましたし、単純にやってみたいなっていう、150人ぐらいの経営規模になるので、やれるかなっていう不安はありましたけど、やってみたいなという気持ちの方が大きかったですね。150人のいわゆる多国籍メンバーのトップになると。そうですね。はい、いやー、すごい話ですね。それまた正直今だからできる話なんですけど、林さんがねシンガポールに移動ってなって、もうすごい強敵の方がね、これちょっとカットになるかもしれないですけどJC ってすごい私たちの会社の、ライバルだったんで、林さんが移動されるんだなってすごい感慨深かったんですけど、さらにシンガポールに行くっていうことで、この人どんだけすごい人なんだろうってすごい思ったんですよ。びっくりしたんですよね。シンガポールってインドとは違ってイメージですけど、アジアの頭脳が集まってるみたいな、エリートというかスマートな人が多いじゃないですか。その中でトップになるっていうのはすごいプレッシャーじゃなかったですか？やっぱプレッシャーすごい大きかったですね。自分当時32歳とかなので、年齢も上のメンバーもたくさんいましたし。32歳、はい、確かに若いですね。結構プレッシャーはありましたね。はい、でも行ってみようと。そうですね。はい、実際に行ってみてどうでしたか？シンガポールの。いい面と悪い面あるんですけど、いい面でいくと割と自分が若いことに対しての許容っていうのはすごいしてもらえましたね。もう少し上の人がいいんじゃないかとかっていうようなリアクションは一切なくて、逆に若い人が来てくれて自分たちの希望が持てるっていうようなすごいポジティブなコメントが非常にシンガポールから多かったですね。すごい。で一方でネガティブなサイドでいくと、割とやっぱビジネスライクで、インドのようにウェットな関係構築を好まないっていうのが、好まないわけではないですけど、あんまり広く受け入れられないっていうのが、マイナス面だったかなと思います。インドの人って合理的って言いながらも結構人間関係というかね、家族になっちゃうともう仲間みたいな感じありますよね。シンガポールで実際にそういう多国籍のメンバーをマネージメントするとか、そういうメンバーと一緒にやるっていうところでどんなところが一番気をつけたとか気づいたことでありましたか？ものすごい数の失敗をシンガポールでももちろんしてはいるんですけれども、やっぱり立ち返った時に一番大事だと気づかされたのはカルチャーの情勢。カルチャーがすごく大事で、特にこういうシンガポールの多国籍で多様化をしているような文化の会社のマネジメントでは、立ち返るべき指標っていうのがどうしても必要で、それはやっぱり会社の文化になるので、違う民族が一緒に働くと必ず衝突は起こるんですけど、そうなった時にじゃあ何が大事なんだっけっていう立ち返るものが必要だっていうことに気づかされたっていうのはすごい大きな学びでしたね。シンガポールというのはもともとマレーシアから独立をした、当時何もない漁村だったんですけれども、何もないので広く受け入れて国を発展させていくっていう明確な指標を持ってたんですね。なので自国民の人たちも隣に違う国の人が働いている、違う外国籍の外国の企業で働くっていうのはもうカルチャーとして当たり前になっているので、他人を許容するっていうことに対してものすごく文化が根付いているっていうことに気づいた時に、会社経営も同じように文化っていうのがすごく大事なんだなっていうのを気づかされたんじゃないかな。
ですね。私もね今メルカリっていう会社に所属していて、メルカリもそのかなり文化を大事にする会社なんですよね、はい、最初入った時に何言ってんだろうってよく分からなかったんですけどでもなんか例えば営業の数字とかそういうのももちろん大事なんですけど、カルチャーを大事にするっていうのは長くいると確かにいろんなこの個性を持ってるメンバーが集まる組織ほど意外とそういうのが大事だなっていうふうに思ってきて、ただこれってやっぱ今のその日本企業とかに対してカルチャーを作るっていう考え方って結構難易度高いかなって、目先の利益がすぐ出てこないというか、何につながってるかあんまり分かりにくい、ただ実際にそういうカルチャーを持つことでやっぱりうまくいってる組織っていっぱいあるじゃないですか、はい、どうやったら成功事例として広げられると思うんですか？今までのやっぱり日系企業、多くの日系企業っていうのは新卒一括採用でゼロからその人たちをこういうものだっていうふうに従業員教育を構築していったので、価値観が衝突しにくいような採用の仕方をずっとしてきてるんですけど、今そういう時代が終わりを告げようとしていて、ジョブ型とかが流行ってくる中で、他からもやっぱり中途採用だったりとかで全く異なる価値観を持っている人たちをたくさん採用していかないと会社経営として成り立たなくなってくる時代が来ると思うんですね。そうなってからそのカルチャーを作り出したらやっぱ遅いので、どうしてもそこはきちんと何を大事にしているのか、どうあってほしいのかっていうのは今一度見直しておく必要があるんじゃないのかなっていうふうには思いますね。林さんがそのシンガポールの事業のね代表とかを経験して一番学んだことというか、これ伝えたいなみたいな、そういうのってありますか？やっぱりでも多様化の時代がこれからも来るだろうなっていうことをシンガポールを通して学んだっていうところですね。で多様化ってどうしても聞くとその肌の色とか国籍だったりとか言語だったりとか文化宗教だったりとかに感じがちなんですけど、これからやっぱり情報がどんどんオープンになっていくので、価値観そのものが多様化をしていくので、同じ日本人で同じ言語を喋って同じ肌の色でも全く違う異なる価値観を持った人たちがどんどんこれから出てきてしまう、それが価値観の多様化につながっていくと思うので、多様化に対応できるようにしておく、そういうようなマインドセットを持つっていうのはすごく大事なことなんだろうなっていうのはシンガポールから学びました。アジアのハブですからね。私も一回出張で行ったことがあるんですけど、違いが当たり前というか、だからその中で一緒にやっていくののその大変さとかもね、そういうのもあるので、それを実際にこんな若い年齢でしかも代表っていう立場でねやってきた林さんっていうのはやっぱちょっと化け物感がありますね。全然うまくいってなかったですけどね。失敗談とかあります？いっぱいありますよ。もう本当いっぱいありますね。シンガポール人って結構ヒエラルキーを大事にするんですよね。プライドがすごく高いので、なので社長っていう立場でスタッフに対してその中間管理職を飛ばして降りていっちゃうと、ものすごく反感を買っちゃうとか、それを知らずにそれをやってしまってソース感食らうとか結構ありましたね。でも林さんそれをやっぱ乗り越えてまとめ上げるあたりやっぱストイックですね。面白かったですね。すごくそれは面白いというのはすごいですけど次回はまたちょっと海外就職についてですね、私インド現地採用経験者、インド駐在経験者ということで、海外就職のキャリアの話ですとか、あとは採用人をどうやっていい人につけるかっていう、今リンクトインジャパンにいられるそういった知見も合わせて皆さんとシェアしていきたいなと思います。はい、この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。ではまた。